皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、国民民主党の参議院選挙の候補者について解説します。去年から行われてきた参議院選挙の候補者選び、新馬幹事長は1000名を超える応募者があったことを話していました。そして私自身も応募していたのですが、残念ながら落選。そして誰が落選するかが決まったということは、誰が候補者になったということも決まったというわけです。そして、続々と参議院選挙の候補者の発表が行われています。しかし、候補者として報道された人の名前が挙がってくると、インターネット上はかなり騒然としています。それは、決して国民民主党の判断に全面的な賛同の声ではなく、むしろ、なんでその人を選んだという声の方が、私の目には圧倒的に多いように見えます。まず最初に報道されたのが、山尾志織氏、本名、菅野志織氏。そしてもう一人が須藤元気氏です。そして、この二人の候補者が出ると同時に、合わせて考えておかなければならないのは、代表の玉木代表の不倫騒動とともに、今足元でも同じようなスキャンダルが発生しています。これは総合的な動きというものが、国民民主党にとっては、自ら逆風を呼び寄せるようなことになっているように見えます。それでは報道されている候補者と、その関連ニュースを見ておきましょう。かなり騒然としたのが山尾志織氏です。産経新聞の報道、国民民主、菅野志織氏を参院選比例代表に擁立へ、旧民進党政調会長など歴任。国民民主党は今年夏の参院選比例代表に元国民民主党衆院議員の菅野志織氏、旧姓山尾氏を擁立する方針を固めた。22日国民民主幹部が明らかにした。23日にも公認を発表する見通しだ。菅野氏は平成21年に衆院愛知7区から出馬して初当選し、旧民進党政調会長などを歴任した。令和2年に国民民主に合流したが、翌3年の衆院選に出馬せず、政界を引退していた。山尾志織氏に関しては、インターネット上を見る限り、これは素晴らしい人選だという声は、私の目ではかなり少数派だと思います。というのも、過去様々な出来事があったからです。もちろんそれらを知らない人にしてみれば、元議員の人であれば、政治家としての経験があるのだし、良いだろうと考えるかもしれません。しかし、インターネット上では何が起こったかについて記事が残っているので、知らない人はぜひとも検索した方が良いでしょう。様々な話題があるわけですが、まず最初に、日本シネで流行語大賞を受賞したという記事。こちらは2016年のもの。この年、流行語大賞に保育園落ちた日本シネという選考によって、山尾氏は授賞式に出席しました。山尾氏といえば、保育園落ちた日本シネの匿名ブログを国会で取り上げて一躍脚光を浴び、その直後に誕生した民進党で政調会長に抜擢されたところまでは良かったが、すぐに地球5周分のガソリン代疑惑に見舞われた。2012年の政治資金収支報告書にガソリンのプリペイドカードを105回約230万円分も購入したという記載があったのだが、当時のガソリン価格や一般的な自動車の燃費をもとに試算すると、その走行距離は実に21万キロ。赤道の全周長約4万キロを基準にすると地球5周以上に達する。ちょっと実感が湧かない長距離だ。というより本当にそんなに走れるのか、本当は走っていないのではないか。といった具合にして、まず最初の騒動が発生します。この時のガソリン代の不正支出については、山尾志織氏自身が知事やもしくは自分自身が手を染めたわけではなく、元秘書の不正であったとの結末を得ています。しかし、その後も非常に低く評価されている理由というのが山尾志織議員の不倫騒動です。山尾氏が不倫した相手は家庭を築いており、子供もいました。しかし、不倫という大きな出来事があった後には、不倫相手の家庭は崩壊し、子供は不倫相手の男性のもとへと親権が移ります。離婚後の女性は、子供と会うこともなかなかできないようになり、また精神的にも非常に苦しめられたことから自殺するに至りました。そして山尾志織議員自身はこの不倫をするにあたって議員特権の一つである議員パスを使って合いびきを重ねていたのではないかといった疑惑を持たれるなど、非常に多くの悪い意味での注目を集めました。政治家の力量云々とプライベートは全く無関係だという人がいます。私自身もなるべくプライベートと政治家としての仕事は分けるべきだと考えている方です。だからといって、じゃあプライベートの話で不倫をしていました。相手の家庭が壊れて、そして別れた
奥さんが自殺したといったような出来事があった時に、その大きな家庭不和の原因となったであろう人間が果たしてプラスの評価ができるかといえば、やはりそういったわけにもいきません。そして玉木代表自身もつい去年のことですが、不倫問題が発覚し、3ヶ月の役職停止処分を受けていました。もちろんこれも議員としての何か犯罪行為をしたわけではありませんが、やはりプラスの評価とはなりません。そしてつい最近も国民民主党の議員の中から不倫問題で注目される議員が出ています。偽名を使い不倫。国民民主党が平岩衆院議員に無期限の党員資格停止。不倫問題玉木代表より重い処分。国民民主党は23日の両院議員総会で過去に偽名を使って女性と不倫していたとして平岩衆院議員比例近畿当選1回を無期限の党員資格停止処分にすると決めた。平岩氏は自身のホームページで4年ほど前に本名や既婚者であることを隠して女性と交際していたことを明らかにした。玉木代表も昨年知人女性との不倫問題が報じられ3ヶ月の役職停止処分を受けている。野党内には玉木氏と平岩氏の処分内容に差があることを疑問視する声もある。新馬幹事長は国会内で記者団に平岩氏の処分の方が重いことに関し、相手を欺いており、法令違反という指摘もある。玉木氏とは事案が全く異なると説明した。新馬幹事長の言うように、確かに玉木代表の不倫よりもさらに悪質なものであったことは確かでしょう。そしてタイミングとして、この現役議員の不倫問題といったものが、代表、そして所属議員の話として出てきた直後に、同じく不倫問題で大きく注目された山尾議員が国民民主党の候補者となるというのですから、これは注目されて当然の流れでしょう。この注目のされ方は多くの人々にとってマイナスの評価をつけるような内容となっています。続いて候補者として報道されたのが元格闘家の須藤元気氏です。毎日新聞の報道より、国民、元格闘家の須藤元気氏擁立へ。医師の薬師氏も参院比例。国民民主党は夏の参院比例代表に、いずれも元参院議員で、元格闘家の須藤元気氏と医師の薬師氏を擁立する調整に入った。須藤氏は対戦相手を撹乱する柔軟なファイトスタイルで、変幻自在のトリックスターの異名を取った総合格闘家。2019年参院選に立憲民主党公認で立候補し、初当選。その後離党した。昨年10月の衆院選に東京15区から無所属で出馬し、落選した。薬師氏は2013年参院選愛知選挙区に旧みんなの党から立候補し初当選。その後無所属で活動していたが、2019年に自民党に入党。昨年10月の衆院選では自民党の比例九州ブロックに立候補したが落選した。須藤元気氏についてはインターネット上では反ワクチン活動家として非常に有名です。そのあたりについての調べ物を多くしている X での黒猫ドラ猫さんはこのようにコメントしています。国民民主党さん、須藤元気氏はその界隈とつながりがあるゴリゴリの反ワクチンさんなんですよ。大丈夫なんですか？なんでこんなに見る目がないの？というコメントを残しています。候補者選びは玉木代表や新馬幹事長の独裁ではなく、中枢にいる人たちによる合議で決定することでしょう。ですから、今回の人選について言っても、誰かが勝手に決めて外に漏れ出ている話ではないと思います。そしてこのような人選をしている理由というのが、まず第一に、玉木代表の口癖ともなっている即戦力を求めるという言葉。これは元政治家であれば少なくとも全くの未経験の人よりも良いと考えているでしょうし、また悪名は無名に勝るという言葉もあります。これは誰も知らない人よりはむしろたとえ悪い評判であろうとも名前が知られている人の方がよほど選挙にはプラスになるという考え方があります。私はこの考えには全く賛同はしませんが、そう考えたとするならばこうした人選は先ほども述べた元政治家という経験と、そしてたとえマイナスであろうとも名前が知られていて、それが結局のところ国民民主党が注目を浴びるという意味でプラスになると判断したのかもしれません。ただ私はこうした考え方にはちょっと反対で、そもそも国民民主党が去年から急激に注目されたのは働く人の手取りを増やそうといった政策面での注目を浴びて、それが多くの人々の納得といったものを得られたからだと思っています。そうしたことによって現在野党の中での国民支持率を並べてみると、一番支持率が高いのが国民民主党、次に立憲民主といった具合にして、議席数と支持率は結びつきが変わっているような状態となっています。次の選挙においては
立憲民主党よりも国民民主の方が多くの票を集めやすい状況になっています。だからこそ悪い意味で注目を浴びるような人を私は特に狙って選抜する必要はなかったと思っています。たとえ政治家として未経験であろうとも、また全国的な知名度がなかったとしても、この人を当選させたいと玉木代表が考えるような人物がいるとするならば、それこそ玉木代表と一緒にインターネットで選挙活動を展開するような様々なやり方はあったはずです。ましてや違法行為ではない、刑務所に入っているわけではないといった考え方をもってして、不倫問題で連続的に話が出ている中において、山尾氏を押してくるというのは、私はこれは非常に国民に対する開き直りのような姿勢を示しており、マイナスの評価をする人が非常に多く出ると思います。繰り返しますが、不倫というのは何も刑務所に入れというような刑事罰を受けるようなものではありません。しかしだからといって決して褒められる行為でもありません。党の候補者選びをするときに、もちろん隠している人やわからないといった形で不倫をしている人が候補者になることは可能性としてあります。しかし過去にやりました。しかもそれがかなり全国的な注目を浴びていて、多くの人々の記憶に残っていますよというような人をわざわざ候補者として選定する理由はないと私は思います。また、須藤元気氏について言っても、確かに応援する人々はたくさんいて、票を取ることは計算できるでしょう。1議席も多く取りたいという気持ちはわかります。しかしそれによって、今立憲民主党に所属している陰謀論しか言わなくなってしまった議員や、反ワクチン活動にもう熱中して周りが見えなくなっているような人もいますが、それと似たようなことになってしまうかもしれない。そんな危険性を持った人物を今の段階でも危ういなというのが見えているのに、なんで今から選挙に出すのでしょう。国民からの期待が高いのは政策面を重視して押し出しているからであり、その期待に応えるような人選といったものを重要視すべきではなかったのかと私は思います。皆さんは今回の人選どのように思われるでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちなみに以前の動画でも言いましたが、いいものはいいし悪いものは悪いと私ははっきり言う方です。今回の決定をしたのが代表や幹事長であるならば、私の意見は後ろから味方を打つようなものだみたいな形で、それこそ断罪の対象となるかもしれません。しかしとてもではないが賛同できるような決定でもないので、一言言わずにはちょっとおられない問題でした。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。